先日ですね、コメントで質問いただきまして、針金はですね、どのタイミングで外すのかという質問をいただきました。で、いろんなね、やり方があるんで、一概にいつですよとははっきり言えないんですが、僕個人としては、針金巻いたやつが、幹とか枝とか木に食い込み始めたら外して、足りなかったらかけ直すっていう感じなので、そうやってお答えしたんですが、それだけだとね、今一つ食い込んでる状態ってどういう状態なのかとか、かけ直す時はどうするのかっていうのをやっぱ映像でね説明した方がいいと思ったので、今日はねその説明をしてみようと思います。だいたい僕は針金かける時はですね、そうだな、11月ぐらいかな。落葉樹だったら葉が落ちてから、針葉樹だったら葉透かしをしてからやるような感じなので、やっぱりねいっぱい葉っぱがあると混み合ってるとね針金かけづらいので、少なくなった時期にかけてます。で、春になってだんだん芽が動いて、木がねまた元気よく成長する時に少し食い込んできたかなと思ったら様子を見つつ、少しなんて言うんだろうな、ちょっと外してみます。こういうとことか多分ちょっとずつ食い込んでると思うんですけど、これをね今外してみて、でどんな感じになってるかね確認してみたいと思います。針金外す時は僕はくる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 巻いて楽しんで取っちゃってますけど、本当はこういう針金切りを使ってどんどんねバチ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 細かく切って取った方がいいですね。でこのハサミのいいところは先端が尖ってないので、幹に接してるとことかね切っても、そうだな、普通のハサミとは違って幹を傷つけづらいと、そういうメリットがあります。と言いつつそれを使わずにやっとこれグイグイ外して、ちょっと食い込み始めてるのかなこれ。少し跡がついてる。よかったこれで何にも跡ついてなかったら面白くもなんともない今針金外しましたが、ちょっとだけねこういうとことかに跡がついてるの分かります？ボコってへこんでるの。今針金かけたやつの跡がちょっとついてますね。見えるかな。この状態になったらだいたい僕は外してますね。で元の針金かけた状態から考えて、この曲がってるのがちゃんと固定されてないなと思ったらかけ直すと。針金かけてそれを外した時に元にかけてたその狙った形になってなかった時は再度かけ直すと。でその時は一応ねさっきのこのへこんでるところをちょっとずらして他のとこにかけていくというふうにやってます。同じとこかけちゃったらね、せっかくへこんでる食い込んだの見つけたのにもう一回そこを食い込ませることになっちゃうんで、そこをちょこっとだけずらしてで同じようにかけていくというふうにやります。ただですね、幹の荒れる、こういう松もそうですけど、細かくつけたり外したりしなくてもちょっとの傷ぐらいはねだいたい戻ってきますし、そうだな、少し食い込んでも肌がね荒れるタイプのその木というのは目立たなくなってだんだん味になったりするので、荒れるっていうのはこれだとこういう今まだ綺麗な状態ですが、ちょっとだけねこの裏の部分が幹が割れてきてるの分かりますかね。これがもっとねバキ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 っといくので、そういう木にしてみれば多少傷があったとしてもあんまり目立たないんで、そこまで神経質になる必要ないのかなと思います。うちのベニシタンちょっと濡れてて分かりづらいんですが、これだと結構ね針金の傷って元から安い素材だったので、目立つようなとこにあったりはしたんですけど、ちょっとピントがうまく合わないな。こういうとことか、あとはどこだ？これも多分そうなんだなきっと。難しいです。ここください。合わないな。いやちょっと話そう。この辺とか、あとはそうだな、こういうとこもそうなのかな。こういうとこもそうなんですが、でもこれ意外と幹が少しボコボコしても言うほどは気にならないと思いません？こんなもんだったら。だから木によっては別にしばらくかけっぱなしでしっかり曲がついてから外してもいいと思いますし、気にならない人はそんな神経質にちょっと食い込んだから外す、またかけ直すってことしなくても大丈夫だと思います。ただですね、
うちにはですね今ちょっとないんですけど、例えばブナとか、あんまり肌が荒れないモミジとかの場合はちょっとね気をつけた方がいいと思います。こういう白い幹を楽しむようなものだと、荒れないでこう白く綺麗にこうなっていく幹を楽しむのだと、こういう風に針金の傷がね思いっきりついてるとちょっとそれはそれで気になるかなっていう感じなので、いずれはね目立たなくなってくるとは思いますが、これ時間かかると思うんで、ここまで行くまでには外した方がいいかなと。でこんだけ食い込んでる跡が残ってる時はだいたい見た目からしてもう明らかにこうグイッとね入ってる感じになってるので、その場合は早く外しましょうということですね。でこのタイプでですね傷になっちゃって困ってるっていう場合ですね、昔はよく見かけたんですけど今最近はやらないですね。こういうとこ両端を下の段のとこまで、下の段って真ん中の方ですね、この食い込んだ真ん中のとこまで左右を、切るというか削って又枝切りなんかでこうバシバシね削って、そこに油合剤を塗ってきれいに傷を治させるっていう方法もあったんですけど、最近は見かけないですねあんまりね。そこまで行くまでに針金外しましょうっていう話なので、針金がねもう思いっきり食い込んでるのに全く気づかないっていうほどキャパオーバーに気を持たない方がいいかなっていう、そんなとこですかね。で針金もいつかけるかによってはその1ヶ月とかでこうね食い込んじゃう時もありますし、半年とかかけてても何ともないって時もあって、新しく出てきた枝に、4月とか5月とかに伸びた枝にかけたりすると、その年の間に太ったりとか、しますんで、すぐね1ヶ月とかでも針金が食い込んだりするかな。梅なんかはね、梅雨の時期に針金かけたりするので、その梅雨の時期にかけた針金多分1ヶ月の間にもう食い込み始めているので、その場合は取っちゃってまた足りなかったらかけ直すっていう方法もありですし、1ヶ月でその食い込んだ時点でだいたいもう形が決まってると思うんで大丈夫だと思いますが、そういう方法もありますと。でいつかけるのがいいかっていうと、針金でこう曲げるっていうのはですね、こういうのですね、木をこうグインとね曲げるっていうのは、この曲げてるこの部分ですね、ここの組織がこうバキバキね中で割れてるそうなんですね。でそれを回復させて、こうやったところのここがねこうバキッとこう幹というか内部の組織が傷むそうなので、それを回復させてこのまま固めるっていう方法らしいので、芽がねこうやって伸びる前に針金かけとくと、多分成長とともに、全然ピント合わないな成長とともに固まってちょうどよくなるんだと思うんですよね。そうすると8月ぐらいには固まってるのかな。あんまり針金で僕もね形作らないので、詳しくないんですが、いつかけてもいいと思いますし、いつ外してもいいとは思うので、気になった時にかけてもらってよく観察しといて、もうちょっと食い込んでるなと思ったら外すっていうのが、やり方ですね。はい、じゃあちょっとねはっきりこういつかけていつ外してくださいっていう説明ができなくて申し訳ないんですが、空いた時間に気になったとこだけかけていくっていう方法で僕はいいと個人的には思ってますんで、楽しんでねやっていただければと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。